皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1145日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1220名、戦車12両、装甲戦闘車33両、砲71門、防空システム1機、ドローン147機、その他車両144両となっています。戦線全体では149回の地上戦の報告がありました。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、年初からのロシア軍の損失は兵士14万650人に達し、4月11日だけでも300以上の装備品が破壊されたことは特筆すべきだと、敵の執拗な攻勢は記録的な損失に現れていると述べました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。BBC がウクライナ政府関係者の話として F16 が現地時間の土曜日にロシアのミサイルによって撃墜された可能性が高いと伝えています。BBC は詳細は調査中としながらも、ロシア軍は3発のミサイルを発射し、それは S400 地上配備型対空ミサイルか R37 空対空ミサイルのいずれかだったとしています。26歳のパイロットのイワノフ氏は戦闘任務中に死亡し、英雄の称号が授与されました。2番目。テレグラフは、すでに始まり、今後大規模攻勢が予想されるロシア軍の春夏攻勢について、専門家の予測を掲載し、失敗する運命にあると結論付けました。同氏は、プーチンは戦略的成功を求め、軍は装備の不足と無能な兵士で応えると、ロシア軍の問題を指摘しました。一人目の専門家であるウクライナのジュマイロ氏は、ロシアは前線で大きな成功を収めていないため、戦場で主導権があり優位に立っている印象を与えたいと考えているが、そのような状況はないと述べました。また、二人目のアメリカのハーディ氏は、ロシアはウクライナ軍の防衛線を個別に突破できる能力があるが、迅速で大幅な突破はできないと指摘し、兵士は絶えず補充されているが、適切な訓練は受けていない。兵士の人数は優位に立っているが、装備不足、支援不足が影響し、肉引き機に兵士を投入するしかないと指摘しました。また、ウクライナ軍については、ロシアの戦闘方法に適応し、ドローンを巧みに使用して、装備や人員が集結しないようにしている。それにより人員不足を補っていると分析しました。3番目。アゼルバイジャンのアリエフ大統領は、アゼルバイジャン外交大学で開催されたフォーラム、新世界秩序に向けてで演説し、その中で、ウクライナ戦争の和平の見込みはないと断言しました。大統領は、ウクライナとロシアに停戦や和平が確立される見込みはなく、その理由を2つ挙げ、まず、ロシアがウクライナの占領地を自国の領土であると宣言し、その立場を変えるつもりがなく、次に、ウクライナは領土を放棄することはないとしました。その上で、ナゴルノカラバフ紛争を念頭に、私は2度の激戦とその間の期間を生き抜いた国の指導者として、停戦は決して成立しないと断言できる。我が国では、停戦とは一時的な休息でしかなかったと振り返りました。最後に、ウクライナ戦争の見通しについて、いずれかが降伏文書に署名することによってのみ終結すると述べ、アゼルバイジャンは常にウクライナの側に立ってきたし、これからもそうあり続けると強調しました。それでは、各地域の戦況です。
戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、この分野で起きた様々な事案を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に適した表現を使っています。また、海外で戦況の分析に使っている人がいますので、聞き取りやすい英語の副音声を数時間後に公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標に設定したスームイ。ウクライナ軍が侵攻したクルスクとベルゴロド。そして、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるクルスクの天気は、曇りのち晴れ。最高気温11度、最低気温2度。今日の天気予報は、雨となっています。この方面でルシアン軍は、クルスク方面で21回の攻撃と55回の空爆、ハルキウ方面で2回の攻撃を行いました。ウクライナ軍は、ルシアン軍の春夏攻勢の戦術目標が、国境沿いのウクライナ側に緩衝地帯を作り、スームイを射撃管制下に置くことであるとして、スームイとハルキウ方面に追加部隊の派遣を開始しました。戦況図では、そのうち、ウクライナ側のジュラフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落の南に前進し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第67機械化旅団のもので、地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。これにより、ジュラフカの北半分はルジアンが占領していると考えられ、戦況図では、この場所まで占領地として更新しました。面積は2平方キロになります。それ以外には、ルシアン軍の攻撃は前進につながらず、スームイ方面に配置されているウクライナ軍のチェフツォフ将校は、敵は3人から10人の小規模な工作部隊が防衛線の弱点を探している。敵はスームイを包囲しようとしているが、そのような戦力と手段を持ち合わせておらず、戦力の集中も確認されていないと述べました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で7回、スバトベクレミンナ戦は25回、シベルスク周辺で6回、チャシフヤール方面では3回、トレツクの方向は14回攻撃を行い、次に説明するビロホリフカ、トレツク以外では、ルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。シベルスク周辺。この方面では、双方が陣地戦となっています。そのうち、ビロホリフカでは、これまで要塞化され、ルシアン軍の攻撃を防いできた鉱山をめぐる攻防戦となり、ルシアン軍は、今から70年前の1950年に活躍した博物館展示品の GAZ69 トラックを、現代の最前線に投入し、突撃に使ったところが確認されています。まず、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が鉱山の南の地図の場所に攻勢を仕掛け、ルジアンが砲撃で応戦しています。ただ、砲撃は精度が低いようで、最後はルジアンが何かを持ってウクライナ軍の陣地に投げ込んでいます。反対に、ルジアンは地図の場所のウクライナ軍陣地を攻撃し、陣地戦となっています。ご覧いただいているのは、いずれもルジアン側の映像で地図の場所の様子となっています。映像はやや古い可能性もありますので、戦況図ではこの場所のルシアン軍の占領地を200メートルほど縮小させ、係争地が東西に拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面でルシアン軍は郊外で局面の打開を図っていますが、昨日の動画でお伝えした通り、すでにルシアン軍の歩兵が展開し始めていて、油断できない状況となっています。1番目。
トレツクの北にあるダチネと呼ばれる住宅地では、ルジアンの突撃が行われ、集落の南半分に取り付き始めました。ウクライナ軍はドローンで応戦し、排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第110機械化旅団のもので、地図の家を観察している様子となっています。2番目。また、その、すぐ西の郊外では、ルジアンが機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第28機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。ルジアンは、カメノコ戦車と2両の歩兵戦闘車で、郊外の住宅地を前進し、その後歩兵が展開して、1メートルでも遠くに行こうとしましたが、いずれも、ウクライナ軍のドローンにより撃退されました。ここまでで、戦況図では、この場所まで、ウクライナ軍の奪還地を縮小させ、それぞれ係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では40回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で9回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルシアン軍は市街地で苦戦したため、郊外で機械化攻撃を強化しています。1番目。ポクロフスクの35キロ東にあるカリノベでは、位置情報付きの映像によるとルジアンが、集落の最初の家に旗を立てて占領を主張しました。また、未確認の位置情報では、すでに集落の北側に抜けたとの情報があります。ご覧いただいているのはルジアンのもので、地図の家に旗を立てるために屋根に登っているところとなっています。この付近は1年ほど戦況に動きがないところで、ルジアンはウクライナ軍の防衛線の東側を通って前進したと考えられ、戦況図では映像の場所までルジアンが占領し、集落全体を係争地として更新しました。面積は5平方キロになります。2番目。また、15キロ東のノボトレツクでも、ルジアンの第8騎兵連隊がカゼニートレツ川を渡り、機械化攻撃を行って前進を試みています。こちらは、ウクライナ軍の国家警備隊の第14チェルボナカリーナ旅団のものとなっています。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では、ウクライナ軍は、カゼニートレツ川の北で防衛していると考えられ、この付近のウクライナ軍の奪還地を縮小させ、川の南側をルジアンが占領したとして、また、ノボトレツクは、占領を示す赤マークに更新しました。面積は5平方キロになります。3番目。さらに、ポクロフスク西側にあるウダチネでは、ルジアンが家1軒単位で前進を試みています。こちらは、ウクライナ国家警備隊のスパルタンチームのもので、ウクライナ軍のドローンが地図の倉庫にお邪魔している様子となっています。戦況図では、この場所まで400メートルの範囲をルジアンが前進したとして更新しました。コスティアンティノピル方面。この方面では、ウクライナ軍が前進しました。コスティアンティノピルでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落内で攻撃を行い、陣地を奪還しました。ルシアン軍が奪われた陣地に反撃したことから判明しました。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この場所までウクライナ軍が2街区奪還したとして更新しました。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。そのうち、前線から700キロ離れたサラトフの飛行場では、大規模な火災が発生し、住民が心配そうに見守っています。当局からのコメントはなく、101番の緊急電話にかけた住民によると、燃料油が燃えているだけだから心配ないとのことです。火災の原因は不明で、サラトフといえばエンゲルス空軍基地が有名ですが、この火災がそれに該当するかどうかは今のところ不明です。
南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは11回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、ロシア寄りと言われるトランプ大統領は、意外にも、バイデン政権時代の対ロシア制裁を1年延長する大統領令に署名しました。また、先ほどエアフォースワンの中で、記者団に質問に応じ、ロシアとの関係について、うまくいっていると思うが、黙って実行するしかないこともあると述べ、停戦合意に、後ろ向きなロシアに対する失望と制裁の可能性を示唆しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。